じゃ不気味度魅力じゃ。今回は PC エンジン CD ロムのスーパーシュバルツシルトをプレイしていくのじゃよ。前回のエピソード4ではついにブレイブリーなどの悪の三六同盟を壊滅させたのじゃ。そしてイストラムーやラターニア、そしてワルキリアと共に軍事大国エスパニアンとの決戦が始まったのじゃよ。長かったソマリ政権の対談もようやく終わりが見えてきたような気がするのじゃ。というわけで今回はエピソード5からじゃな。エスパニアンを包囲すべく北からは我々オーラクルムとラターニアが、南からはワルキリアやエストラムーが侵攻するという作戦じゃ。北側は西はオーラクルム、東はラターニアが前線司令部を構えている。わざわざ重要塞が固まっている西側の回廊を通るのも大変なので、場所としては中央の回廊を正面突破するしかないな。東側の回廊はラターニアに任せるのじゃ。最終的にはこの惑星チョレラ島重要塞がエスパニアン主政への最後の壁になりそうじゃな。エスパニアンの主政アラゴンは2連星らしい。重戦艦ヤマトのイスカンダルを思い出すな。しかも空間が不安定とは随分と面倒なところに住んでいるものじゃ。南端の惑星がイストラムーやワルキリアが現れる時の拠点になりそうじゃな。四方からエスパニアンを追い詰める、まさに大詰めといったところじゃ。あとはいつも通りに研究で新規先端の開発、小惑星探査、そして艦隊の改装を行うのじゃよ。艦隊も全部で4艦隊になったので、改装作業をするだけでも大変なのじゃ。エピソード1でバーマン提督の第1艦隊しかなかった時に比べると立派になったものじゃ。とはいえ、やはりエピソードが始まるたびにこの改装作業は面倒じゃな。せめて前のエピソードの設定を引き継いでほしかったのじゃよ。準備も整ったので早速出撃じゃ。まずは敵の艦隊を迎え撃ちつつ、一番近い惑星バルロナを攻略したいところじゃな。このリカリウス級の戦艦は
エスパニアンの皇帝親衛艦隊らしい。相変わらず機関を狙って撤退させる戦法で行くのじゃよ。なんと1ターン目にしてラターニアの前線司令部が陥落したらしい。これはもしかしてオーラクルムの4艦隊だけでエスパニアンの5艦隊を相手にしないといけないということじゃろうか。イカリウス級の戦艦が配備された皇帝親衛艦隊は1艦隊だけで、他の艦隊は能力の劣るガリウス級なのが救いじゃな。敵の艦隊が全部こっちに来てしまった。まあ当たり前といえば当たり前じゃな。駐留している4つの艦隊を撃破して、さらに惑星まで占領とはなかなか大変じゃな。本作の魅力の一つは壮大な銀河の物語にふさわしい BGM じゃ。オリジナルのシュバルツシルトシリーズ含めて作曲を担当しているのは酒井京子氏。ゴーガドースタジオ初期の名作である「覇者の風鈴」をはじめ、1980年代後半から2000年代前半で数多くの作曲を手掛けている。エンジェリックコンサートなどではボーカル曲も多数作曲しており、才能の幅広さが感じられる。ゴーガドースタジオ退社後も楽曲提供はしており、バンドなどの音楽活動もされていたようじゃ。コナミの東野美紀氏、カプコンの下村陽子氏など、実はゲーム黎明期から女性作曲家というのはかなり活躍されているんじゃよね。特に下村陽子氏は今でもバリバリの現役なのじゃ。なんとか惑星バルロナを占領したのじゃ。ここから北に行くにしても南に行くにしてもちょっと遠いな。北の惑星ナバルは後でラターニアに頑張ってもらうとして、エスパニアン主星への足がかりとなる南の惑星ドルデンを目指すのじゃよ。惑星ドルデンにたどり着くまで
何回か敵艦隊の攻撃を退けないといけなくなりそうじゃな。距離が近いせいか惑星ナバルの方に敵は艦隊を集めてきたな。お、サンデッカー提督から通信じゃ。あちらも順調なようじゃな。敵の主力がどこにいるのかが少し気がかりじゃな。それにしてもこの中域に5艦隊も配置しておいて他に主力があるとは、エスパニアンの戦力というのは底知れないものがあるな。いつものことじゃが、戦闘シーンは5倍速でお送りするので、あらかじめご了承いただきたい。あまりコンピューターも賢くないので駆け引き的な面白さもないし、見栄えがしない戦闘シーンなので致し方ないのじゃよ。その分、読み込み時間が全くないというのは素晴らしいな。惑星ナバルから大量に敵の艦隊が出てきたが、ここで引きつけて惑星ドルデンを攻めるのじゃよ。お、小惑星隊も無事に見つかったのじゃ。新型戦艦の完成に向けて資金を貯めておかねばじゃな。西の回廊から回り込もうとしているやつがいるな。敵は惑星ドルデンに防衛艦隊を回してこなかったので、楽に占領させてもらえそうじゃな。こういう時 CPU がちょっとおバカで助かるのじゃよ。よし、攻略成功じゃ。
星バルロナの防衛は1艦隊だけだとちょっと心配じゃな。まあいいか。ありゃ、惑星バルロナはスルーされたのじゃ。今度はワルキュリアからの通信じゃ。カンリンカはちょっと影が薄いがイストラムーの同盟国じゃ。どうやらエスパニアンの主力は影の薄いアンリンカに奇襲を仕掛けてきたらしい。本当にどれだけ戦力を持っているのか恐ろしくなるな。なかなか敵もうまい位置に配置してきたな。これだと惑星ナバルと惑星バルロナ両方に防衛艦隊を駐留させるしかない。第2艦隊に頑張ってもらいつつ他の艦隊はさらに南下させてみる。もしかしたら敵も防衛のために移動するかもしれないのじゃ。南下している部隊が完全に無視されているな。惑星バルロナは2艦隊から攻められそうだから念のためもう1艦隊を防衛に向かわせる。
とは第二艦隊を修理しておけば大丈夫じゃな。無事に守りきったところで新型戦艦ハーズ級が完成したのじゃよ。早速新型戦艦を造船したいのじゃが、次の目標である惑星バホルカの占領が先じゃな。ここを占領できるかで他の艦隊の動きも変わってくるのじゃ。惑星バホルカは占領した後が大変そうじゃな。南の惑星トゥーラが近いのですぐに激烈な防衛戦になると思うのじゃ。ただそれをしのげばそのまま惑星トゥーラも占領できるはずじゃ。惑星バホルカを占領したのじゃ。早速疲弊した第二艦隊を新型のハーズ級に変えて防衛艦隊として送り込むのじゃ。毎回のことだがこの新型戦艦を配備する時の爽快感というか達成感はたまらないな。ちなみにパソコン版のシュバルツシルトはエピソードごとには分かれておらず、最初から整形全体のマップが表示される。いわゆる信長の野望と同じじゃな。整形の各国がそれぞれ独自に同盟を結んだり、軍事圧力をかけて併合したり、戦争を仕掛けてきたりとシームレスにイベントが発生する中で自国の戦略だけでなく新型戦艦の開発など戦力強化もしなければならない。攻撃を仕掛ける相手やタイミングを間違うといつの間にか追い込まれてやり直す羽目になるのじゃよ。そういう意味でエピソード制にすることでそれぞれのエピソードで戦う相手や目的をはっきりさせたのはなかなか初心者向けの良い判断だったと思うのじゃ。しかもそのエピソードの中でもこまめにイベントや分岐が発生するのでちゃんとシュバルツシルトらしさを体験できるようになっている。家庭用ゲーム機への移植としてよくできていると思うのじゃよ。恐るべきことに暗臨界の奇襲すらを取り立ったようじゃ。エスパニアン主力艦隊の本命は彼らの宿敵である大国イストラムーだったのじゃ。しかも最新鋭戦艦の8個艦隊とはいくらなんでも戦力が多すぎる。エスパニアンと同等の大国であるイストラムーが滅ぼされてしまえばイストラムーを中心としたこの連合軍もかっこ撃破されてしまう。
できながら見事な戦術じゃな。イストラムーが追い詰められるか、それともオラクルムがエスパニアンの姿勢を攻略するのが先か。どうやらそういう勝負になってきたようじゃ。しかしこちらにも心強い味方がいるのじゃ。1ターン目で撤退したらターニア艦隊が帰ってきてくれたのじゃよ。これで一部でも敵艦隊を引きつけてくれればありがたいのじゃ。惑星クーラに結構な数の敵艦隊が入った気がするんじゃよな。第1艦隊は消耗しているし、惑星バホルカを1艦隊だけで守れるかちょっと心配じゃな。一応第1艦隊も惑星バホルカに駐留させておくのじゃ。少しでも敵の戦力を削ってくれれば十分なのじゃよ。見事に守りきったのじゃよ。第1艦隊のバーマン提督も頑張ってくれたのじゃ。そしてさらにはルキュリアもイストラムーの危機を知り、急いで駆けつけてくれた。さすが戦争のプロ集団じゃな。エスパニアンの艦隊がイストラムーに迫る前にエスパニアンの主聖アラゴンを占領するのじゃ。盛り上がってきたところじゃが、時間もあれなので今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。